まさかこんなことになるなんて。どうも、クピオです。今なんですけど、新大阪にいます。これから広島県に行って新兵器搭載します。その新兵器はなんとお水を再利用できる装置です。シャワーやキッチンのお水など延々と使えますので、キャンピングカーには夢のような装置です。災害時は雨水も利用できます。キャンピングカー自体に搭載するお水が少なくて済みますので、車が軽くなるというメリットがあり、最初にある程度水を積んでおけば何日でも車中生活が可能です。今回シャワーや食洗機など使用して、その汚水を再利用してみます。本当に綺麗になるんでしょうか。広島県まで約230キロ4時間、その後富山県まで約600キロ8時間と長期車中旅になります。高速道路入りました。で、今日はサービスエリアで車中泊、シャワーや食洗機使いたいと思います。休憩しながら約5時間走行しました。広島県すぐ手前の岡山県篠原パーキングエリアまで来ました。トラックの台数が多くて、たくさんの運転手の方が休憩されています。まもなく11時になりますんで、今日はもうこちらで車中泊して、明日の朝早く出発します。それでは車中泊のセッティングしていきます。このシェードなんですけど、新しく DIY しました。このカーテンと併用できるようにしています。こちら Amazon で購入したロールシェードなんですけど、こういった感じで巻き取ってくれてかなりコンパクトになります。ただこちら本来はですね、吸盤でフロントガラスにつけて取り付けます。これ実は走行中取り付けたらダメなようです。なので毎回外さないといけません。ただすごい使い勝手はいいので DIY して吸盤ではなくてマジックテープと結束バンドで固定しました。これ外から見た方が分かりやすいんですけど、こんな感じでこちらですね、マジックテープ下につけています。で、浮いてるとこありますんで全体はつけられなかったんですけど、この真ん中あたりずっとマジックテープで固定しています。なので取り外すことも容易です。で、一番端の方だけですね、結束バンドベース両面テープで取り付けて、で結束バンドで固定しています。固定というかもう補強という感じですね。で、上の止めるところなんですけど、このサンバイザーのフックですね、ここ取り付けます。もしくはこのカーテンレールですね、ここのレールに引っかかります。ただカーテンレールだとカーテンと併用できないんで、この吸盤つけてフックで止めています。これも走行中外すような感じにしています。とりあえず試行錯誤しながらいろいろ試していきます。走行後はエンジンの熱がかなり車内に入ってきますんで、できるだけ遮断するようにカーテンしました。今日はもう晩ご飯途中のサービスエリアでパパッと済ませましたんで、もうシャワー入ってノンアルコールビールでも飲んで早めに眠ります。温水ボイラーつけていきます。もうエンジンの熱である程度あったかいお湯が出ますが、冷めてきますんで温水ボイラーつけておきました。生活用水タンクは半分以上あります。だいたい40リッターぐらいです。それではもう早速一風呂浴びていきます。
ぱりしました。今日かなり汗かきましたんで、すごい気持ちよかったです。あとノンアルコールビール飲んでゆっくり車内で過ごします。この上の照明を自分で付け替えたんですけど、かなり明るくなりました。リアの照明、こちらも自分で付けました。もともとここにあった照明、ここから分岐してこうはわして配線しています。ここもともとリアベッドがあった場所なんですけど、かなり暗かったんですよね。なので使い勝手が良くなりました。やっぱりこうやって自分で少しずつ使いやすいように DIY していくと、キャンピングカーへの愛がますます強くなります。しかし快適化の DIY っていうのは本当終わりがなくて、毎回次はこれしようああしようと妄想が膨らみます。それも楽しいんですけどね。さあ、それでは今日も歯磨きして明日に備えます。寝る場所なんですけど、いつも自分はこのソファーですね、こちらのマットを広げてこう横で寝ています。昨日まで大阪で家族で車中していました。なのでこのバンクベッドがもうすぐ寝れる状態にしています。せっかくなんで久々にバンクベッドで寝てみます。エアコンの効率を高めるためにカーテンをして空間を狭めます。バンクベッド熱い空気いきますんで、この小型のサーキュレーター、こちらつけて冷気を上に上げます。久々にバンクベッドで寝ます。ある程度高さもありますんで、そんなに圧迫感は感じません。これまだこのぐらいまで展開できるんですけど、もうこのまま寝ます。この小窓からの景色結構好きなんですよね。今回横はもうトラックが止まっていますんで、サービスエリアの景色は見えません。大型トラックがもう埋まっていて、普通車スペースに止めるしかトラックはありません。何時間か運転したら休憩しないといけません。どこのサービスエリアも夜中はもうトラックでいっぱいです。もっと駐車スペース増えたらいいんですけど、なかなか難しいんでしょうね。ほんとお疲れ様です。今回自分5時間ぐらい走行したんですけど、結構疲れました。これを仕事にして頻繁に走行するのは本当に大変な仕事だと思います。物流は経済の要なんで、本当に頭が上がりません。遊びや生活などの消費があって、物流などの仕事があります。どっちも大切なんですよね。なので譲り合って、皆さんが快適に使えるように、皆さんが快適に休憩できるようなサービスエリアにしたいですよね。おはようございます。ぐっすり眠れました。昨日エアコン26度設定で寝たんですけど、寒いぐらいでした。この小型のサーキュレーター、かなり効果ありますね。これがあればバンクベッドでも涼しく眠れます。それでは朝のコーヒー飲んで出発します。丹波黒大福、こちら昨日サービスエリアで買いましたんで、一緒にいただきます。はい、準備完了しました。
ちゃ暑いです。岡山広島県周辺の温度は現在31度、お昼35度まで上がるようです。今回の旅も家庭用エアコンフル活動になりそうです。はい、もう広島県に入りました。で、目的地なんですけど、広島県の一番東側、福山市にあります。なのでもうすぐですね。広島県到着しました。なんか知らないとしてワクワクしますね。帰り寄り道したいです。はい、到着しました。あ、待ってくれてますね。はい、到着して早速ジャッキアップして取り付けていただいております。ここが汚水タンクになります。ここにホースをつないでフィルターを通してきれいなお水になるそうです。で、このリアのスペースにあるこの黒い物体がフィルターだそうです。ろ過装置っていうんですかね。これでお水がきれいになるそうです。この装置自体は持ち運び可能なので、違う場所に設置することも可能ということです。完成が楽しみです。はい、今取り付け完了してテストしていただいています。これがもう綺麗なお水っていう感じですか？わかりました。これはもう純水ですか？はい。無臭ですね。もう全然匂わないでしょ。10ppm。10ppm。これが水道水の水道水が ppm。71。 71。さっきの10っていうのはかなり綺麗ってことですね。まあ密封の状態なんで、はい、どんどん数値が上がっていってる状態で、要はこの空間にオゾンがありますよっていう。はい。今じゃあオゾンが充満していってる感じなんですね。この中にオゾンがあるよっていう。はい。でこういう風に空間に出すと大気中の分でいくとオゾンがなくなっていってる感じですね。ゼロに近い状態。わかりました。なってるんで、実際にこの中にも今オゾンがありますという。暑い中取り付けてくださってありがとうございました。使うのが楽しみです。せっかくなので広島県少しドライブして道の駅など寄りつつ日本海へ抜けて富山県に帰ります。ここ尾道から日本海側の島根県へ無料の高速道路あるようです。これは助かりますね。到着しました。目の前に宍道湖が見えて絶好のロケーションです。ちょうど夕日が沈んでいきます。すごい綺麗です。そしてすぐ横ですね、ローカルの電車が通ってます。なかなか風情ありますね。 RV パークは無人のようです。ここに案内があります。ウェブ決済後電源ありなし各エリアの空いてる場所をご利用ください。端の方に電源ありのサイトがあります。今スタッフの方が出てこられてお話ししてくれました。で、ここゴミ捨てていいようです。で、袋も中にありますんでこれを使っていいようです。前はここでジェラート屋さんをやってたそうですが、今はもう店を閉めてるそうです。で、ここドッグランかなと思ったんですけど、ここはヤギを飼っていたそうです。このヤギも今はもう手放したそうです。これ面白いですね。メダカの無人販売やられています。いろんな色のメダカが泳いでいます。温泉はこの宍道湖周辺に3軒ぐらいあるそうです。今回自分はシャワーを使いますんで、もうこのままずっとここでくつろぎます。トイレはあそこですね。電源込みで今回4000円でした。で、今結構交通量多いんですが、夜になるともうほとんど通らないそうです。今日はこの宍道湖見ながらゆっくり過ごしたいと思います。窓から宍道湖見れる場所に駐車しましたんで、少し斜めていました。こっち側のタイヤが下がっています。なのでこちら側に今回レベラーをかましました。これで今平行になっています。電源ももう挿しました。コンセント挿してジルの外部入力に挿しています。今日は電気使いたい放題なんで、もう家庭エアコンで中キンキンに冷やしています。それではノンアルコールビール飲んでゆっくり過ごします。
さあ、それでは今日もたくさん汗かきましたんで、シャワー浴びてさっぱりします。生活用水タンクのお水はマックス60リッターぐらいあったんですが、もうかなり減って現在25リッターぐらいです。今回取り付けていただいたお水がきれいになる装置なんですけど、なんかもう石鹸とかシャンプーとかなしでも汚れが落ちるそうです。2種類の装置つけてもらいました。一つはオゾンファインバブルです。オゾンと泡の力で生活用水タンクの中の水をきれいにします。そしてもう一つはこの大きい黒いボックスなんですけど、浄水装置です。こちらが自分がかなり期待していた装置です。今回その2つの装置は仮で付けました。かなり高価なんでお試しで使用してみて気に入ったら実際に設置します。なので今回はセッティングが必要になります。このソファー下にある生活用水タンクにオゾンファインバブル装置を取り付けてお水をきれいにします。これが生活用水タンク約60リッター入ります。で、ここのハッチを開けると直接お水が見れます。こんな感じでお水が見えます。自分このキャンピングカー買ってから一度もタンク内は洗浄していません。除菌のピューラックスだけ入れて使っていました。こちらがオゾンファインバブル発生器です。で、こっち側は電源です。このオゾンファインバブルのオゾンは洗浄、除菌、消臭効果があるそうです。手洗いでは石鹸なしでコロナやノロウイルスも除菌されるそうです。ただ飲み水には推奨されてないそうです。料理などは加熱すれば OK だそうです。そしてファインバブルはナノマイクロの泡で洗浄効果を高めてくれるそうです。なんか聞くところによるとタンク内がきれいになるそうです。キャンピングカーのタンク内はぬめりなど発生するんですが、もう洗浄なしでぬめりがなくなるそうです。ファインバブル自体もオゾンのように菌やウイルスの除菌に効果あるそうです。ファインバブルを充満させた生活用水タンクのシャワーを浴びると毛穴の奥まで入り込んでシャンプーなしで頭皮の汚れが取れるそうです。これは楽しみですね。では早速この生活用水タンクの中にオゾンファインバブル発生装置を入れます。では AC コンセントに挿しましたんでスイッチを押します。オゾンファインバブルは30分動作します。それでタンク内60リッターのお水が成分が充満されるそうです。ただですね、オゾンは 2,3 時間で効果が消えるそうです。ファインバブル泡の方は約2週間効果を維持してくれるそうです。今までこのタンクのお水は腐っちゃうんでピューラックスで除菌していました。ただこれ塩素なんでプールに入ってるやつと同じです。なのでシャワー入った後ですね、結構匂いもするし肌がカサカサなるような感じがしました。このオゾンファインバブルが本当にトリセツのように効果があればキャンピングカーにとっては神装置ですよね。そして本来の取り付け方法なんですけど、このハッチここにも穴を開けてこのホースを通すそうです。なのでもうずっとタンク内に入れっぱなしにしている状態になります。 DIY でも全然設置可能です。では30分待ってる間にこの本命の浄水装置、こちらの説明を軽くします。この黒いボックスの中に3つのフィルターが入っています。これでお水をきれいにします。なんかすごい装置ですね。かなりお水きれいになりそうです。このキャンピングカーの下に汚水タンクがあります。汚水タンクはこのシンクに水を流すと流れる仕組みになっています。その床下にある汚水タンクにホースを突っ込んでこちらに引き込んでろ過、そしてこちらの清水タンク、生活用水タンクに戻します。なのでここからお水を使って汚れたお水が汚水タンクに行ってろ過されてこの生活用水タンク、清水タンクに戻ってきてずっと循環しますんで、もう延々とお水を使えることになります。これもうキャンピングカーにはもってこいですよね。しかも災害時もかなり役に立ちそうです。この3つのフィルターを通すことにより純水になるそうです。最後に少しミネラルを加えるそうです。不純物のない純水のまま飲むと人間の体にはあまり良くないらしいです。なので最後にミネラルを加えるそうです。雨水や川の水も飲める水になるそうです。問題はどこまで汚れたお水がきれいになるかですよね。なんか聞くところによるとコーヒーは大丈夫だそうです。食べ物の固形物もそのまま入れても一番最初のフィルターで取り除くのできれいなお水になるそうです。油系もいけるそうです。ただラーメンの汁など塩分濃度が高いスープは
難しいそうです。水で薄めると綺麗になるそうです。一番よく使うのはこういったシャワーなど洗ったお水、汚水タンクに行きます。そして手洗いや食洗機のお水など汚れた水がタンクに行きます。そちらをきれいにして永遠と使うのが一番多いと思います。そして気になるメンテ方法なんですけど、なんとですね、キャンピングカーなら3年ぐらいノーメンテでいけるそうです。これですね、この3つのフィルターは3年ぐらいそのままでもいけるそうです。ただここにですね、固形物の取り除くフィルターがあります。これはなんかまめに掃除した方がいいそうです。1週間とか2週間とかで石鹸のカスやラーメンの麺や固形物はここに溜まるそうです。もう実際に使いながら覚えていきたいと思います。今日はまだ水ありますんで、こちらの水使って水がなくなったら明日でもこの浄水装置使って水をろ過して再利用したいと思います。こちらも今回仮の取り付けなんで移動できるようになっています。実際に設置するとなると、このパイプですね、管を清水タンクの方に戻さないといけません。なので車体への穴開けが必須になってきます。さあ、そしたらですね、まだ時間かかるみたいなんで、先にもう晩ご飯作ってパパッと食べちゃいます。今日の晩ご飯は途中道の駅で購入したこのじゃこ天、自分めっちゃ好きなんですよね。これで焼きビーフを作ってみます。いただきます。ごちそうさまでした。うまいもんにうまいもん入れたら間違いないですね。それでは今日も洗い物食洗機使ってパパッと片付けます。固形物だけ取り除いておきます。もうこの食洗機に入れたお水はオゾンファインバブル水です。なので食洗機の汚れの落ちも良さそうですね。食洗機の排水はこのシンクに流れて汚水タンクに行きます。なのでこの汚れたお水がまたフィルター通って清水タンクに戻ります。かなり汚れたお水が出ると思いますので、一度ここのやかんに溜めて汚れ具合を数値化してどのぐらいきれいになるのか計測してみます。はい、今ですね、食洗機1回目の汚れ排水が出ました。で、この汚れがわかる計測器で一度測ってみます。出ました。なんと 236ppm です。赤色に光っています。普通の水道水の ppm は地域にもよるんですが、だいたい50から 70ppm だそうです。なので 236ppm はかなり汚れてるのがわかると思います。今からシャワー入りますんで、シャワー浴びたお水ですね、それも一回やかんに溜めてみてどのぐらい汚れてるのか検証してみます。それではシャンプーなど使わずに入っていきます。さっぱりしました。ただですね、やっぱりいつもシャンプーとリンス使ってますんで、なんか爽快感っていうのはないですね。オゾンと
ファインバブルのおかげで雑菌や皮脂などは落ちたかもしれませんが、次はシャンプーやリンス使いたいですね。さあ、ここで気になるのが自分のシャワー浴びた汚れですね。お水どのぐらい汚れてるんでしょうか。最初にバーって髪の毛洗って、その流した水を桶に溜めました。めちゃくちゃ汚かったらどうしましょう。一回測ってみます。あ、やばい、赤色です。 140ppm。 どうやら自分の体はかなり汚かったようです。はい、お水の容量がほとんどなくなっちゃいました。広島行く前、大阪で家族で車中生活してますんで、今日で6日目、63リッター入れてきたんですが、なくなっちゃいました。明日この浄水器でろ過してお水を作ります。お水なくなっちゃったんで、歯磨きはペットボトルのお水使います。島根県で初めて車中泊しました。宍道湖すごい綺麗で、周辺は都会ですね。知りませんでした。ずっと中国地方来たかったので今日嬉しいです。明日は鳥取へ行きたいと思います。その後どこかでお水ろ過して試してみます。どうなるのか、実用的なのか楽しみです。できれば飲んで確かめたいですね。それではおやすみなさい。日中は結構交通量が多いんですが、夜はほんと車少なかったです。おかげでぐっすり眠れました。今朝の9時なんですけど、チェックアウトが結構早くて10時です。なので朝ごはんはもうここで食べずに着替えて違う場所に移動します。で、朝ごはんの仕込みだけしておきます。準備完了です。これで押さえて走行しながらご飯を炊きます。いやー、めちゃくちゃ気持ちいいですね。せっかくなんでこの宍道湖沿いの駐車場を探して、そこで朝ごはん食べます。電源ありがとうございました。はい、あとはレベラーだけ動かして取ります。なんという絶景のドライブロードでしょうか。島根県、知りませんでした。こんなにいい場所だったんですね。これはまたじっくり来ないといけませんね。はい、いくつか宍道湖沿いに駐車場がありました。いやー、しかしこれ湖なんですよね。めちゃくちゃ大きいです。あちら側はかなり都会なんですよね。高層ビルもあります。で、反対側になるとすごいのどかになっていきます。なんか面白いですね。さあ、それではここでゆっくり朝ごはんいただきます。はい、ご飯の方はもう炊けてるようです。一緒にしじみのお味噌汁もいただきます。
いただきます。ごちそうさまでした。いちご炊いたんですけど、もうペロリでした。では食洗機で洗って再出発したいんですけど、もうお水がありません。出ません。それでは浄化装置使ってお水を復活させます。現在の生活用水タンク内はもう空です。よく見ると少しあるんですけど、もうこのポンプがですね、そこから吸えない状態になっています。なのでもう水が出ません。では浄化装置のパイプ、こちらをこの生活用水タンクの中に突っ込みます。こちら本来はこういった作業はなくていけるんですけど、今回お試しなんでもう取り外せるように簡単に浄化装置を置いているだけになります。そして肝心の汚水タンクから水をこちらのフィルターに送らないといけないんですけど、これは一旦この管ですね、パイプを外に出します。このリアのバケージドアを開けます。そうすると中につながっていて、このパイプを外に出します。そして車体下、これが汚水タンクです。でここに汚水タンクへのパイプを伸ばしてくれています。で差し込むだけで接続できるようにしてくれていました。こんな感じで浄化装置から外に管が出ていって、そのまま汚水タンクに刺さっています。で汚水タンクは満タンになった時に水があふれるオーバーフローという上の穴が開いてる場所があるんですけど、そこに管を通しているそうです。こちらの作業も実際に浄化装置を設置するとなると、車体床に穴を開けてそこを通すそうなんで、この作業は必要ありません。これで準備は整いました。それでは実際に浄化してみます。浄化装置のコンセントはここの AC コンセントに挿しています。でスイッチを押します。これで汚水タンクから水が来てフィルター通ってこの管を通って生活用水タンクにきれいなお水が流れるはずです。いやー、なんかワクワクしますね。出てきましたね。見た感じすごいきれいなお水です。一回作ってみます。きれいっぽいですね。一回匂ってみます。あ、無臭です。完全に全然生臭いとかもありません。一回数値測ってみます。12ppm ですね。水度が50から70なんでかなり綺麗です。キャンピングカーの生活用水タンクがなくなったら浄化装置でまた増やす、なんか錬金術のようですごいですね。だいたい1分で1リッター浄化されるそうです。なので 2,30 リッターですね。2,30 分待って食洗機やシャワー浴びれる状態にしておきます。それではせっかくなのでこの綺麗になったお水にオゾンファインバブルで洗浄能力を高めます。これでしばらく待っておきます。はい、結構溜まってきました。もう30リッター超えています。あ、復活しましたね。水が出ました。それでは食洗機のお水入れていきます。今回この電気鍋ですね、こちら食洗機入りませんのでファインバブルで洗ってみます。もう洗剤つけずにこのままいってみます。でお水ももう使いたい放題なんでたくさん使っていきます。なんかキャンピングカーでできるだけお水を節水してちょろちょろ流してで洗って、その少ないお水でまた流すんですけど、どんだけお水使ってもいいっていうのがすごい最初違和感ありましたが、やっぱり気持ちいいですね。そして洗剤つけてないんですけど、元からこれテフロン加工っていうのもあるんですけど、もう簡単にお米の汚れは取れています。これ洗剤なしでもある程度落ちますね。この辺はプラシーボ効果かもしれないんではっきりわかんないんですけど、この後もオゾンファインバブルでいろいろ洗ってみます。はい、オゾンファインバブルも終了しました。じゃあ抜いておきます。かなりお水が戻ってきました。それでは次、外のセッティングも撤収します。ホースを抜いてピンを刺します。はい、でここに結束バンドで垂れないように留めてくれています。なのでこれは本当にもう一時的なものですね。そしてこの管を一旦ここに仮で置いておきます。ちょっとこの景色
名残惜しいですけど先を急ぎます。今ネットで宍道湖を調べたら湖なんですけど海とつながってるそうです。なんで海水も少し入ってるんですね。また来ます。今日は移動日になります。ここ島根県から富山県まで約600キロ、 Google のナビで7時間半なんでだいたい9時間ぐらいですかね。行けるとこまで行って車中泊します。途中行ったことない場所ばっかりなんで道の駅など寄って楽しみながらドライブします。それでは安全運転で再出発します。まずは鳥取県目指します。鳥取県といえば中国地方最高峰の大山、標高1729メーター、初めて見るので楽しみです。大山近くの道の駅目指します。はい、到着しました。奥大山です。もう大山近いんですけど、近くの山が高すぎて肝心の大山が見えません。大きい山あるあるですね。近くに行くよりちょっと引いた方が全容が見えます。道の駅すぐ横の用水路なんですけど、かなり綺麗な水ですね。道の駅で地元の食材購入して今日の車中飯の料理に使います。はい、いろいろお土産買ってきました。お、いきなりすごい雨。これはちょっと動かない方がいいですね。車もめっちゃ揺れてます。うわー、すごいな。これはやばいな。今雨のレーダー見たらちょうど真っ赤ですね。雨雲が通っていってます。これ1時間ぐらいですかね。ちょっと過ぎ去るの待った方がいいですね。はい、ちょっと雨マシになってきたんで進みます。もう高速道路入ります。はい、雨雲抜けましたね。すごい雨でした。それでは引き続き安全運転で行けるとこまで頑張ります。カーブがあります。ちょくちょくサービスエリアなどで休憩しながら京都府北部までやってまいりました。まもなく10時になります。もうちょっと進みたかったんですけど、今日はもう疲れましたんでシャワー入ってご飯食べて早めに寝て明日早く出発します。車内が 29.9 度と蒸し暑いので早速エアコンつけました。では生活用水タンクにお水もありますんでシャワー入ります。さっぱりしました。今日はですね、シャンプーとリンスやボディーソープ普通に使いました。あれ、何これ、めちゃくちゃ臭い。なんかすごい鼻ツーンってする嫌な匂いします。もしかしてあれですかね、今回取り付けたファインバブルオゾンの匂いとかですかね。こっちからは匂いしてないですね。生活用水タンクも匂いしてません。こっちのソファーバッテリーがあるんですけど、そちら開けてみます。あ、ここから匂いしますね。これはちょっとやばいかもしれません。この新しく取り付けたインバーターが結構熱くなってますね。ちょっとエアコン切ってインバーターも消しときます。これちょっと自分でシステム構築したんですけど、原因がよく分かりません。でバッテリーは問題ないですね。インバーター、これ新しくリタイム製のやつ変えたんですけど、2000ワットのインバーターなんですけど、これが悪さしてそうです。なんかちょっと焦げ臭いっていうんですかね。何か電化製品が溶けたようなそんな匂いがしています。はい、しばらくちょっと探ってみたんですけど、ケーブルとかこのプラスの赤い線ですね、この辺がだいたい焦げたりとかするんですけど、問題ありませんでした。多分ですね、新しく導入したインバーターが中が焦げてるっぽい匂いがしたんで、多分それが原因だと思います。今回の旅ずっと家庭エアコンをつけていて、そして2000ワットということで電子レンジや食洗機など家庭エアコンと併用していたのが、結構インバーターに負担がかかったのかもしれません。インバーターに負荷がかかりすぎて発熱したり煙が出たりっていうのは噂に聞いてましたが、もしかしたら不具合かもしれません。ちょっと原因がわかるまでインバーターは使わないでおきます。
いやどうしましょう。シャワー浴びてさっぱりしたんですが、もうなんか汗だくなってきました。エアコンないと車中泊無理ですね。ネジの緩みから発熱とかして火災が起きたりするんですけど、今チェックしましたが問題ありませんでした。やっぱりインバーターっぽいですね。夏は家庭用エアコンでインバーター酷使しますんで、バッテリー庫内が上がらないようにこういったファンですねつけました。ちょっと小さいタイプなんですけど、これで庫内の空気が徐々に入れ替わるようにしていました。そしてこの白いのは温度計です。こういうこともあろうかと庫内の温度はリアルタイムでずっと監視していました。これは困りました。もうシャワーも浴びて着替えも済ましたところなんですけど、ここで車中泊することはできません。車内がエアコンつけないと30度ぐらいに上がってしまいます。熱中症の危険がありますんで、この辺のホテル探してみます。次のインターチェンジ降りたところ、舞鶴東インターチェンジで夜12時までチェックインできるホテルありました。電話したら予約取れました。でここから20分ぐらいなんで、今日はそちらで宿泊して明日の朝早く出発します。ここですね。駐車場のすぐ横、海です。あれは舞鶴港のフェリーじゃないでしょうか。もしかしたら北海道に行くフェリーかもしれません。さあそれでは早速ホテルにチェックインしていきます。ここのホテルが今日一番安かったです。6000円でした。車はもうほぼ満車で、なんか仕事の車が多いですね。すぐ横が港なんで、そっち関係の仕事の方がたくさん泊まってるかもしれません。はい、結構広いですね。少しレトロな感じはありますが、今日も寝るだけなんで十分です。ベッドにソファ、テレビ、そしてシャワーもあります。ユニットバスではなくてトイレは別ですね。今日鳥取県の道の駅で購入した大山おこわ、そして大山鶏、これ食べて歯磨いて眠ります。まさかこんなことになるなんて。新大阪を出発した時はホテルに泊まるなんて思いもしませんでした。水循環システムで最高のキャンピングカーになったと思った矢先だったのでショックですが、帰ってから匂いの原因つけたみたいです。あと気になるのがオゾンファインバブル、本当に何日も放置して水きれいなままなんでしょうか。その辺も帰ってから検証したいです。キャンピングカーは乗らない時長期間放置するので1ヶ月とか持ってくれたら最高なんですけどね。その辺も確かめたいです。それでは明日に備えて寝ます。おはようございます。それでは早速出発します。ちょうど朝日がこちらからだったんで、このホテルが影になって車内暑くなってません。いやーしかし絶景の駐車場です。ホテル出て0秒でこの景色は最高ですね。港町舞鶴ならではの美しさです。湾になっていて入り組んでいますので、かなり波は穏やかです。舞鶴は赤レンガなど洋風な建物が多くて観光にはぴったりの街です。帰り街走りながら車の中からですが、景色も堪能したいと思います。ここから富山県まで273キロ、Google ナビで3時間半なんで、だいたい4時間ぐらいだと思います。安全運転で再出発します。まもなく福井県の敦賀ジャンクションです。ここから北陸道に入り富山県へ向かいます。いつもは滋賀県から北陸道に入っていたんですけど、この近畿地方北部から入るの初めてです。すごい海沿いの道だったんで景色も良くて走っていて気持ちよかったです。富山県戻ってまいりました。帰りエアコン使えないので後ろで仮眠や食事も何もできませんでした。今まで快適に生活していたんですが、家を失ったそんな感覚でした。改めてキャンピングカーの凄さを感じました。
今回広島で取り付けていただいたオゾンファインバブルと浄水装置、実際に使ってみてどうだったのか、感想を本音でお伝えします。そして今回仮で取り付けていただいたんですけど、今後本当につけるのかどうするのか最後に決めたいと思います。一言で言うと神装備です。本当マジックのように感じます。特にこの浄水装置ですね。一回水がなくなってもまた復活するんです。普通はなくなったら終わりですよね。次家帰って給水するまで水は使えません。ほんとそうです。長期旅での車中生活革命です。今回汚水からきれいな水にして実際に飲んでも変な味や匂いもしません。無味無臭でした。これはすごいです。あとは長期間使用してどうなるかですね。この浄化能力維持されるのか、そしてメンテナンスで気になります。ここの本体のフィルターはもう何年か変えなくていいようなんですが、ここに最初に固形物とか石鹸カスが取れるようなので、一回ここを開けてみてみます。こちらは2週間に1回とかそのぐらいの掃除でいいようです。はい、結構取れてました。ちょっとモザイクしといた方がいいですね。髪の毛や石鹸カスっていうんですかね、ちょっと白っぽい感じもします。なんかお風呂の排水口にちょっと似てますね。はい、軽く取っておきました。なんかラーメンの例えば麺の残りとかですね、あればここに溜まるようです。はい、このぐらいの掃除でしたら旅終わり毎回しても全然苦痛じゃないと思います。そして次はオゾンファインバブルです。この生活用水タンクの中に入れました。この機械ですね。こちらは正直今回効果は体感できませんでした。このオゾンファインバブルのおかげで汚れがすごく落ちるっていう感じは自分は体感できませんでした。しっかり汚れなど数値化すれば取れてるかもしれませんが、目で見て体感では分かるような感じではありませんでした。一回水溜めてからファインバブル充満させて1ヶ月後にぬめりなど出ていないか長期検証したいと思います。また続編でお伝えしますね。あとは帰ってから車の洗車で使ってみたいと思います。純水なのでもう放置しても汚れは残りません。普通の水道水なら水は拭かないと汚れが残ります。今回高速道路で虫がかなりつきましたんで試してみたいと思います。ざっくりとした使用感はそんな感じなんですけど、次具体的にいいところ、いまいちだったところお伝えします。実際に使っていて本当に良かったなと思う点が、この水がまた復活できるんでお皿洗いやシャワーなどたくさん使えます。なんかジャバジャバ使っていたんで使いながら罪悪感がありました。今までずっと節約していたんでいけないことをやっているようなそんな感覚でした。やっぱりキャンピングカーってシャワーやお皿洗うのかなり節制しないといけないんで、それがストレスでした。また一歩キャンピングカーがホテルに近づいた感じです。そして次良かったなと思うのが、この満水にしなくていいんですよね。これ60リッターぐらい入るんですけど、次からもう半分の30リッターでシャワー2回分ぐらい余裕で入れます。そしてなくなったらまた浄化すればいいんで、車体が軽くなりますんで燃費も伸びると思います。一方いまいちだった点なんですけど、このオゾンが充満した時にオゾンの匂いが結構しました。なんていうんですかね、あんまりいい匂いではないと思います。人を選ぶと思います。なんか匂ったことある匂いだなと思ったら、車のオゾン消臭という機械自分使ったことあるんですけど、それと同じ匂いでした。ずっとそのオゾンが満たされた空間にはいたくないなという、臭いとはまた違うんですけど嫌な匂いが少しありました。ただこれタンク閉めますんで、そんなに車内に臭いという感じは残りませんでしたが、ほんのりオゾンの匂いが残っていました。次気になった点なんですが、40度以上では使えないようです。効果が薄くなるんですかね。夏場の一番暑い時期とかは車内40度超えますんで、エアコンなどで温度を下げてからオゾンファインバブルを使用する感じになると思います。そして次気になった点なんですけど、いまいちの点というか価格ですね。やっぱり結構高かったです。正式な連絡が来ました。定価なんですけど、オゾンファインバブルで19万8000円、そして浄化装置の方はさらに高く34万6500円。これ定価です。税込みです。かなりいい装置なんですけど値段が高いです。この辺はまだ普及していなくて新しい商品なんで高くなるのは致し方ないかなと思います。もっと一般的になって安くなればいいですね。そしてこのオゾンファインバブルの方はこれだけの販売もしてるそうです。これは取り付け自分でできると思います。今回広島県で設置していただいたんですけど、なんか全国5店舗ぐらい代理店があるようなので、そちらで対応できるということです。また概要欄に問い合わせ先など掲載しておきます。さあ最後に自分はこれ本当に設置するのかどうかなんですけど、今決めたいと思います。この浄化装置の方はつけます。オゾンファインバブルは帰ってからの洗車と長期間の検証でまた決めたいと思います。もしこのオゾンファインバブルでぬめりなくかなり綺麗な状態が保てるならかなり価値あると思います。検証が楽しみです。普段の車中生活でもかなり画期的で便利なんですが、もう災害時は最強ですね。
もう水だけ汲んどいたらずっと循環できますんで生活できます。もう食洗機もある、浄化装置もある。次はもう洗濯機があれば本当にもっと1ヶ月とか2ヶ月長期で済めそうです。ではまたオゾンファインバブル充満させて家帰って洗車してみます。はい、ガレージ戻ってまいりました。このケルヒャーのバケツで洗車します。はい、終わりました。でこっちが半分は普通の水道水で、きつめのシャワー、これで汚れ取ってみました。結果なんですけど、こちらが水道水、こっち側がオゾンファインバブルです。両方大体取れたんですけど、オゾンファインバブルの方がよく取れてる気がします。こっち側の水だったらやっぱりちょっと汚れが取り切れてないところあるんですけど、オゾンファインバブルの方は結構取れてます。もうほとんど取れてる感じですね。ちょっとこの辺は誤差の感じもありますんで、一旦水でジャーって洗車しちゃって、最後にオゾンファインバブルで洗い流せば、最後の拭き上げしなくても水垢が残らないかもしれません。洗車に関しては何回かやっていかないと汚れの落ち具合の差ははっきりわからないかなと思いました。ではまた水満タンにしてオゾンファインバブル満たして長期検証もしていきます。はい、自己責任でインバーターのカバー外してみました。やっぱり匂いですね。この辺からしています。ちょっと残っています。ただですね、どっか溶けてるという感じも見えませんので、一回メーカーさんに送ってみます。はい、この後メーカーさんに連絡しました。いろいろありましたので、その後についてお伝えします。今撮影終わって1週間後にこのナレーションを撮影してるんですけど、インバーターと浄化装置の2点その後の経過でお伝えしたいことがあります。まず異臭したインバーターなんですけど、インバーター本体の故障ではありませんでした。ここ見てほしいんですけど、ヒューズに接続しているケーブルの一部が熱で溶けています。だからプラスチックが溶けたような強烈な匂いがしていたんですね。これ完全に自分のボンミスでした。インバーターを 1500W から 2000W に交換した時、サブバッテリーとインバーターの間につけるヒューズのアンペアを上げるのを忘れていました。今ついているのが 125A です。今回 2000W インバーターになって、エアコンと家電など同時使用で 1500W を超える電力を頻繁に使用しました。大量に電流が流れたけど、ヒューズが小さかったためかなり発熱したようです。180A のヒューズストックしていたので、付け替えて問題なく動作すること確認できました。いやー、本当に不幸中の幸いで、この具合で済んでよかったです。自分への戒めと、自分と同じように DIY 初心者の方へ向け、注意喚起も込めて情報発信することにしました。そして浄化装置なんですけど、メーカーさんから連絡があり、不具合が報告されていたようです。汚水タンクのお水が40度以上になるときれいに浄化されないようです。オゾンファインバブルは40度以上で効果が薄くなると取説に書いてありましたが、浄化装置も同じようです。汚水タンクは JIL520 の場合、車外にあるので外気温の影響をもろ受けそうです。真夏日とか地面近かったら40度以上になりますので対策は必要そうです。ただメーカーさんの方で温度を一定に保つ装置間もなく完成するということなので、またそちら装着して検証してみたいと思います。今回取り付けたアイテムなどは概要欄に詳細リンク掲載しておきます。それではご視聴ありがとうございました。